天然砥石の砕いた粉を転がす感じですね。その塗料自体に綺麗に入れましたよ。わ、すごい。境目は分かりますか？そうですね。貝印の切れ味チャンネル、今日も見ていただいてありがとうございます。今日のゲストは西安会長さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそおいでいただきましてありがとうございます。まあ、僕の家ですけど、ようこそ。今日は普段お仕事で使ってるのとかいろいろ包丁をお持ちだと思うので、はい。ご紹介いただけますか？見覚えのあるこの包丁、動画でもよく出てくる。はい、そうなんです。これはどういう包丁なんでしょう？これ津本式っていう有名な津本さんからちょっとプレゼントしていただいた、裏に僕の西安っていうすげえ名前も打ってもオらって、リジナルかっこいい。いいっすね。そうなんです。主にどんなことで使う？これオールマイティ包丁ですね。頭からもう皮引きで刺身引きまで全部いけるような設計で、なんでこれ多分先の方も細くなってる。そうですよね。ここね、ちょっとこうナイフみたいなかっこいい感じになってますよね。細かい話するとやっぱこっちが厚みがあってこっちが薄くなってるので、いわゆる出刃もねもともとそういう作りなんですけど、そういうちゃんとした基本構造が抑えているというナイフですね。でこれもペティナイフ、同じあれですよね。そうですね。これも名前彫ってあってこっちひらがな、あれこっちそう、なんかこっちが旧タイプでこっち新タイプなんです。あ、そうなんです。はい。でこれがよく見る牛刀タイプですね。牛刀です。これもいただき物ですけど刃渡りが長いですね。これどんな感じでお使いになってるんですか？これ大きいマグロをこう柵取りっていうか、これだけ刃渡りないとできないですよね。何回も包丁入れるとやっぱマグロは段になっちゃうんで。でこれまたちょっとかっこいい感じ。これ釣り具メーカーの釣り野さん、この辺の釣り具屋なんですけど、すげえかっこいい。これ現場持っていくんですね。きっと鞘がなんかで一緒になってるんですね。そうですね。鞘があってこれで持ち運びがタックルボックスに忍ばせて、で魚締めたり、でその場でちょっとお腹抜いたりとか。ああ、なるほど。あ、そこまでできる。そこまでやっちゃうんですね。これはなんか鱗そうですね。鱗かきみたいです。いいですね。持ちやすそう。これグリップががね。そうなんです。お、でそして伝説の包丁でございます。かっこいい青い包丁、気まぐれブルーでございます。気まぐれブルー。しかもこれ旧バージョンで、こう旧バージョンがオレンジなんですよね。へえ、綺麗な青ですね。そうです。綺麗な青綺麗ですね。気まぐれブルーですね。あ、そして多分品が高いレギュラーメン高いやつですね。柳沢包丁。これもだいぶ使い込んでますよね。そうですね。親父から受け継いで。おお、そういうことですか。なんで合計で20年ぐらい使ってへえ、あ、だとしたらって買いました？買えてないです。すごい上手に使ってますね。でこれが出刃。これ一番使ってますね。あ、結構刃渡りある出刃です。そうなんですよ。大出刃っていうか、大物が多いんですか？まあそうですね。市販されてる出刃包丁で多いのが15センチなんですよ。そうですよね。でそのぐらいじゃないと重くて使いづらいっていう人がいるんですけど、さすがプロ。これかなり重いです。重いですよね。これちなみにだいぶやられてます。定期的には研いでたんですけど、コラボいただけるということで、あ、といていただくそうなんです。あえて研がずに。今日じゃあこの辺私研がさせていただく感じしましょうか。レギュラーの一番使ってるこの子。今日のご注文はもう特勤に研いでください。特勤っていう言葉初めて聞いた。名古屋弁なんですけど、素晴らしく。これは特勤って言ってみましょう。つるびかに。つるびかこんな感じです。で研ぎ方がご自分で長くお研ぎになってる人は、この反りから先ぐらいが鈍角になっちゃってる人が多いんですよ。ここの幅が例えば2センチあったとするじゃないですか。ここの幅が1センチ5ミリとか、要は鈍角に研ぐんで、ここの幅が狭くなっちゃうんですね。僕多分割と均等に研げててお上手です。でもなんなら少しだけこっちもし可能であれば鋭角にするような研ぎ方ちょっとやってみますね。その前に若干の錆が出てるので、見た目綺麗にできればいいかなと思ってます。そのための道具、錆取り消しゴムって言って、樹脂の中に研磨剤を練り込んであるやつで、この青い方、これがちょっと粗めで、こっちの関間五六のこれのがちょっと細かい目がつくので、先にこっちで水に濡らして研いでいきます。お、すごっ。あっという間にね、いい感じになりますね。一瞬だ。お、よみがえりました。ちょっとだけね、さらに細かい方で。
違う。はい、これがサビを落とした状態です。であと裏側のここですね。ということでこれから研いでいきましょう。刃こぼれしてるところをまず削り取っちゃいますね。なので一番粗い220番。おお、見たことない220番。マジですか。まず研ぎの時に大事なのが自分の頭の中でどういう研ぎをするか組み立て着地点をまずさっきの突筋っていう着地点がまずあったら、そこにどういう手順でいくかっていうのを作っていくんですね。私の場合はちょっと縦剣にしてやった方が刃先が早く削れるので、先に肉厚抜いちゃってから工場つけるっていう方法もなくはないんです。そっちなんですよ。ああ、そうですか。そうなんです。痛みがひどい場合は先に、厚み抜いてからコバつけていいかなと思って見た時に、あれここで残ってんじゃんってなった時のショックの大きさ。そうですね。だいぶ粗い音してますね。そうですね。ジョリジョリでしょ。ジョリジョリしてますね。でもたった今ぐらいやっただけでさっきのこぼれがほぼほぼすごいないですね。今この辺だけやったんでこぼれが多分なくなってる。ほぼほぼそれですね。今刃こぼれ取りましたでしょ。ですごい粗いのでガリガリやったんで、裏側に刃返りまくれ針がすごい勢いで出てるんですね。でこれがね、刃先を正確に把握するっていうことでいうとちょっと邪魔になるので、軽くこれだけ取っちゃいます。取っちゃうんですね。戻すんで。取っちゃいます。もうほんとちょっとでいいです。でそうすると刃先を正確に把握しやすくなるので。ということで、もう一回220で今見て分かると思うんですけど、切っ先のあたりの肉を抜く作業に入っております。でもちろんこの切れ刃のところペタッと当てて、そこが動かしてる時にこうグラグラなっちゃうと丸くなっちゃうので、なるべくそのグラグラが起きないように研ぐわけですね。ちょっとぴったりよりも若干さすがですね。さすがです。よくご存知ですね。なぜかというと、こっちが軟鉄で裏に鋼がついてる。で鋼と軟鉄がここの面には両方出ていて、でただペタッとやって研いでると軟鉄がどんどん削れていってしまうので、この切れ刃自体がどんどん広がっていっちゃう感じ。だからそういう意味でもさすがご指摘いただいた通りちゃんとそのバランスうまく研がれてるんです。ありがとうございます。要は研ぎ下ろすっていうことは、今刃先をザリザリになってるところを取り払ってちょっとコバ状のものがついてるんですけど、それがなくなるまで研ぐっていうことなんですね。多くの方はなんとなく全体当ててなんとなく研いでらっしゃる方が多いんですけど、結構半分ぐらいで先コンぐらいで。そうですね。そうこっから先反りがあるんで、当たる面積がちっちゃいんですよね。もうさすがもう全然あれですね。3段階ぐらい。そうですで先ほど西山会長さんもご指摘ありましたけど、私今こうやって押さえてこの手で少しこういう絞りを、この角度のあれなんですよ、数ミリ単位の。そうですね。切れ刃を研ぐ場合はこの切れ刃のこのしのぎ筋よりこれ浮いちゃダメです。角度はもうぺったりが鉄則です。ぺったりなんだけど、例えばこの幅が2センチあったとしたら刃先よりに重さが7ぐらいで、しのぎ筋よりに3ぐらいみたいな、くっついてはいて浮いちゃいけないんだけど力の伝わりぐらい。そうですでやると、さっきご指摘あったようなその刃先側に絞り込むとより刃先が鋭くなりやすく、でしかも鋼と軟鉄なので結果的には均等にまっすぐな切れ刃がついているというようなことになっていたんですね。どうします？最後仕上げるときどうしようかなと思って、化粧研ぎっていうやり方があって、今洗い砥石でやっててこれ浮かび上がってるじゃないですか。洗い砥石でやると大体出るんですけど、これ番手上げていくとあんまり分かんなくなっちゃうんです。そうなんですね。あった方がかっこいいな、なんか。やっぱそうですか。ちょっとじゃあこれが出るようにちょっと挑戦していきますね。ありがとうございます。なかなかね、その包丁と砥石の組み合わせが大事だったりとかあるんで、今の模様あんま出たことないんで、そういうことだったんだ。十数年の謎を解きました、これで。はい、それではちょっと会長普段
どんな感じでお研ぎになってるか見させていただいていいですかね。わかりました、ちょっと緊張しますね。ジョリジョリすごい。普段こんな感じでやってます。いいです。普段こんな感じ。男性の方って力すごい入れる方が多いんですけど、僕優しくやります。いいですいいです。全然ほとんど力入れてないぐらいの感じで。砥石はちゃんと研ぐ能力持ってますんで。そうなんですよね。変に力入れると曲がっちゃうんですね。なんか包丁が悪くなるかなと思って。素晴らしい。いい感じです。いいですか。角度も安定してたし、いいっす。じゃあ次ですね。ちょっと番手上げて400番。でも音だいぶ違う。全然違う。でなるべく研いだら自分が研いだつもりのところが本当に当たってるかどうかを見るとですね、全体をなんとなく研ぐっていうよりは、ここ研いでます、ここ研いでます、ここ研いでますみたいなのが最終的になんか早く研げるような気がして、確かに全体なんとなくやってるといつ終わるんだよみたいな感じになっちゃうんですね。今こっから上の刃先寄りを研いだんですけど、しのぎ寄りはまだそんなに当ててないです。刃先寄りを絞って研いでるんで、刃先寄りが少し光沢が上がったというか400番の目になってるんですけど、そうするとさっきあった霞がもう分かりづらくなっちゃう今だいたい目が220から400になったので、今度1000番にしましょう。はい、じゃあ次2000番ですね。2000番だとほとんど研ぐ音が。そうですね。それでもね、まだ研ぐと実際にこう若干のジョリ感があって、それが今日4000、8000まで持ってきてますけど、そこまでいくと全然それがなくなって。8000だとツルツルなんですね。そうですね。はい、じゃあちょっと本来の使い方と違う使い方で、ちょっとできるかどうかわかんないですけど、ちょっと仮に4000で今挑戦してみます。何をするかというと、吹田っていうんですけど、天然砥石の砕いた粉なんですね。なぜその霞に見えるかっていうと、鋼の硬いとこと地金の柔らかいところの傷のつき方が違うので、その境目がはっきり受けてるんですけど、こういう人造砥石でやると、切削能力の関係上全部同じように研げちゃうっていうのとあって、でちょっと試しにこの天然砥石の粉ですとその差が出るのかなというところで、これでやって出るのもあるんですね。ちょっとものによってなんですけど、なのでこの泥をなるべくなんでしょう、車間屋さんがやるような感じで多少出てますね。おお、すごい。多少出てます。この辺がちょっとうっすらですけど出てます。ちょっとこう砥石の上で転がす感じですかね。その塗流自体を、粉を、粉を転がす。だから本当に圧力もほぼなしで、そんな感じですね。でもうっすらだけどある意味綺麗かも。そうですね。わ、すごい。境目なの分かりますね。そうですね。わ、綺麗に出ましたよ。さっきより分かりやすい。さっきより分かりやすいです。駒付けです。次はどんなアイテム？これ革砥石なんですよ。革砥石。それでそのバリ取ると最後のその滑らかさを出す。おお、すごい。本当ですか。あんまり使ってる人いないですね。探してもらってもいいですか？もちろんです。すごいですね。マジですか。素晴らしいですね。お気に召しました。はい。バッチリ出てますよ。そうですね。ちょっと薄めですけど、いやいや、全然。
完成です。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ綺麗にやってもらっていや、これでね、後で使っていただいて、豆腐を私ども切れ味チャンネルでやらせていただいて、これを使うのが西山会長のチャンネルでやっていただくということですので、ぜひそちらの方もですね、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。今からじゃあ1番へ。おお、行きましょうか。じゃあ邪魔にならないようにそーっと行きますんで。端っこの方で。貝印の切れ味チャンネルはこちらで終了でございます。面白かった、ためになったという方はぜひぜひぜひチャンネル登録、それから高評価、あとよければコメントも残していただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またね。はい、ということで、刀市場にやってきました。南市は刀市場です。で、僕が魚屋さんやってて、貝印さんでもおなじみの変な魚おじさんに仲買で、今呼んだ？呼んだ？現れた。こんなところにどうもお久しぶりです。先日はどうも。ありがとうございました。プロの仲買人ということで、そうなんですけどね。ここでおじさんに買ってもらった魚を僕がさばくんで。研いでもらった包丁で研いでもらって切れ味を確かめる。バッチリ、もうピッカピカ、びっくりする。あれは新品より新品。新品より新品だった。